こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エピクテトス、名言が解きなくは、ストア排泄学を体系的にまとめ、自己成長や人生の苦難を乗り越えるヒントを与えてくれる一冊です。本書は、ローマ時代の哲学者エピクテトスの教えや、彼の残した名言の数々を、現代日本人にも分かりやすい形で編集・解説しています。エピクテトスは努力という身分から哲学者へと転身し、多くの人々に自分自身の人生に対する捉え方を再考させる影響を与えました。その言葉は権力者だけでなく一般人にも広く共感を呼び、時代を超えて読み継がれています。本書は火の小さな悩みから人生規模の大きな問いにあたるまで、多様なテーマに対してエピクテトスの視点から主言を得られます。読者はこの名言記を手に取ることで、ストイックな自己コントロール、感情管理、運命への仕向き合い方など、現代社会でも通用する普遍的な哲学学的知見を私生活へと活かせるでしょう。忙しい毎日でつい名のいがちな生きる知恵を古代からの言葉を通して再発見できる価値ある一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ストア哲学通学の家臣。自分でコントロールできることとできないこと。本書が繰り返し強調する最重要テーマの一つが、自分でコントロールできることとできないことを区別するという考え方です。エピクテトスは、私たちの思考や意志、価値観などは自分で制御できる一方で、他人の評価や環境、起こる出来事そのものは自分の力ではどうすることもできないと説きます。ストア派のこの根本哲学を身につけることで、不安や悩み、客立ちから心を解放することができます。コントロールできないことに執着せず、自分の生き地と判断に権力を尽くす姿勢は、現代のストレス社会を生きる私たちにも大きな示唆を与えてくれます。本書では、様々なエピソードを通じてこの考え方が繰り返し示され、日々の具体的なシーンでどう実験すべきか丁寧に解説されています。自分の思い通りにならない状況下でも、心の表現を保ちたい人にとっては最大の武器となる教えです。次に、感情のコントロールと自己規律。エピクテトスは、強い感情、怒り、欲望、悲しみにのとまれず、冷静で理性的な判断を下すことの大切さを説きます。本書の名言群では、感情に振り回されることで問題の本質から目を逸らしてしまう危険性も指摘されており、自らの内面にしっかりと向き合う訓練が重要だと語られています。感情を否定するのではなく、適切に受け止め、客観的に観察することでコントロールする施策が示されています。例えば、怒りが湧いた時には、その感情を分析し、なぜ服が取ったのかを気に詰め直すことで、行動用衝動から理性へとシフトできます。また、欲望に向けそうな場面でも、本当にそれが必要か、快楽の先にあるものは何かを問い直すことで、自主的な自己規律を致す重要性が強調されています。現代社会では、SNS やネット環境などの影響で感情が流されやすいですが、本書は自己管理の最高の指南書となります。さらに、逆境との仕向き合い方。エピクテトスの人生は努力という確屈な敬語から始まりました。その経験を通して彼が強調するのは、外部の困難や逆境そのものではなく、それにどう向き合うかが人生の地を決めるということです。本書の名言は、苦行に限った時の心構えを示し、歴表を成長や学びのきっかけとして受け止める柔軟な姿勢を進めています。例えば、失敗や損失をさく代わりに、その体験を通して何を学び、自分にどんな力が備わったかを生みる自己対話が勝利されています。困難から逃げるのではなく、自分にできる小さな努力を積み重ねることで、障害そのものが人生の量になるというポジティブな価値観が繰り返し語られます。この考え方は、現代の起動する環境やプレッシャーに対応したい多くの人々に勇気を与えるものです。そして、他者との健全な関係性。エピクテトスの教えは自己中心主義とは異なり、他者との関係性にも深い配慮が見られます。
本書では他人の言動や評価に一喜一憂せず、健全な距離感を保ちながら誠実な接し方を大切にするよう主言されています。他人の行動は自分で変えられないと認識しつつも、敬意や共感を持った対話、関係性を築くことの価値を示唆しています。また、相対との短所や欠点を批判する代わりに、自分自身の内省や成長に意識を向ける勝利も、現代のコミュニケーションに悩む人々に参考になることでしょう。特に職場や家庭での対人ストレスへの対処、他人とおしどい合うことなく自分の価値観に基づいて生きるヒントが詰まっています。最後に、幸福感と人生観、エピクテトスが最も重視したのは、幸福とは何か、その本質を考えることです。本書では、幸福は外的条件や物質的な豊かさではなく、自分の心の在り方、価値観、そして人生に対する受け止め方によって決まると何度も説かれています。人間の根源的な不安や迷いの多くは、外の世界に期待や執着を持ちすぎることで生じます。エピクテトスは、自分自身に相似であること、状況に応じて柔軟に心を挑戦する鍛錬の重要性、本当の満足や幸福は内面にしか存在しないことを強調します。これらの名言を通して、人生に対する姿勢そのものを根本から問い直し、より充実した日々を送るための視点を提供しています。結論として、エピクテトスの名言集は、忙しくストレスフルな現代に生きる私たち全員に役立つ一冊です。特に、自己コントロールが苦手な人、対人関係や職場環境に悩む人、逆境に折れそうになっている人には、その言葉が心の支えや具体的な行動指針となるでしょう。哲学術というと難解な印象を抱きがちですが、本書は表一な日本語と分かりやすい解説で構成され、初心者にもちょいに取りやすい構成になっています。また、勝田ページの名言は、現在の自分に寄り添い、日常や仕事の場面で積活用できる事件的な知恵が詰まっています。多くの自己啓発本やビジネス数が一時的なモチベーションアップや知識の浮揚にとどまるな中、エピクテトスの教えは一生を通して使える生きる哲学として、根本からあなたの考え方や習慣を変える力を持っています。他の書籍にはない古代哲学に理解された普遍的な知恵を日々の忙しさの中で手軽に得られる点も大きな魅力です。今この瞬間をよりよく生きたいと練れないすべての人の左右の数となることでしょう。ご支援いただける場合は、大坪直人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。